私は3年前、戦争が始まったウクライナから日本に逃れました。爆撃の音に怯え、地下室に隠れていたあの日々、自分の国が突然戦場になった日、あの瞬間から私の人生は一変しました。日本にたどり着いた時、私は何も持っていませんでした。食も安心も未来も、心はボロボロで不安と恐怖でいっぱいでした。でもそれでも私はウクライナを忘れたことは一度もありませんでした。ウクライナの伝統舞踊を踊り、ウクライナをテーマにしたイラストを描き、デモに参加し、イベントで声を上げ続けました。日本で過ごしたこの3年間、私はウクライナのために生きてきました。そしてついに、私はウクライナに帰る決心をしました。この帰国の旅は簡単なものではありませんでした。名古屋から東京、成田空港からポーランドへ飛び、それからバスや車を乗り継ぎながらウクライナへ。3年間、私は外からニュースや家族の断片的な話でしかウクライナを知ることができませんでした。本当の今のウクライナがどんな場所なのか、私はずっと確かめたかった。私はここにいるけど、心はいつもウクライナにある。そう自分に言い聞かせながら毎日を過ごしてきたのです。夜遅くのフライトだったため、空港は静寂に包まれていきました。人の動きも減り、空間全体がまるで別世界のような雰囲気に変わります。いよいよ搭乗の時です。ポーランド行きの飛行機には多くのポーランド人が乗っていて、異国へ向かう時間が強まります。着席するとスクリーンには広大な航路の地図。ロシア上空は避けるルートを通り、ポーランドへ向かう旅。787 Dreamliner polskich linii lotniczych LOT. Zanim wyruszymy w podróż, wraz z Muzeum Narodowym w Warszawie przedstawimy Państwu zasady bezpieczeństwa.長時間の飛行のため、機内は一定時間が経つと消灯され、眠りの空間へと切り替わります。
窓の外には何も見ないはずなのに、確かに進んでいるという感覚だけが胸に響いてきます。その距離感がただの移動ではなく、壮大な旅路であることを静かに伝えてきます。しばらくすると、2度目の食事の時間がやってきました。ポーランドまでもう少し。長い空の旅もいよいよ着陸に向けて動き始めています。ついにポーランドまで戻ってきました。ありがとうございました。ただ、ポーランドに来ても、ついに本語が口をついて出てしまいます。ちょうど朝の時間帯だったので、気持ちの良い青空と朝日が迎えてくれました。空港に到着すると、耳にするナレーションの言語や人々の立ち振る舞いからヨーロッパに戻ってきたんだという感覚が少しずつ実感に変わっていきます。この静けさの中で日本から離れてウクライナに戻るんだという時間がじわじわと胸に広がっていきました。なんか雨の匂い。写真撮影一緒に皆さんと一緒。じゃあ私が写真を撮りましょう。空港の外には日本ではあんまり目にすることのない連節バスの姿も。車体が2つつながっているそのバスはまるで都市の動脈のように滑らかに人々を運んでいきます。少し休憩しながら日本から持ってきた大好きなせんべいを食べました。旅の合間に感じる静かな安らぎのひとときです。ポ
ポーランドでは右側通行が基本。こういった交通の違いも日本とはまた異なる文化の一端として感じられます。旅の中で出会う細部の違いが異文化への理解を少しずつ含めてくれます。ポーランドの道並みは見渡す限り平坦で、山の姿は全く見えません。こうして改めて見ると、日本って本当に山が多い国なんだと実感します。私は山が好きなので、また日本に戻ったらぜひ登りに行きたいと思います。そしてついにウクライナの西側地域に入りました。前線から距離があるため、比較的落ち着いた街並みが広がっています。50時間以上かけてようやくたどり着いたこの旅は、まるで自分自身との対話のような時間でもありました。私は変わったのだろうか、ウクライナも変わったのだろうか。もしまたの場所に戻ったら自分は壊れてしまうんじゃないか、その恐怖が私を3年間帰国から遠ざけていました。なぜ今帰るのかと聞かれるかもしれません。答えはたった一つ。ウクライナの家族は私の全てだから。見てください。トロリーバスや日本ではなかなか見かけない形のバスが走っています。キービア東部地域は報道でも被害の大きさが伝えられていますが、ここではまだ穏やか空気が残されています。バスの動画が開いた瞬間、そこにはルシの姿がありました。おかえりと言葉をかけられた時、涙が溢れてきました。どれだけこの瞬間を待ち望んでいたか、自分でも驚くほどです。Дякую. Дуже дякую. Давай, ты все проверила? Давай. Добре. Ничего? Да, нет, все есть у меня. Зай. Давай, все у меня есть. Давайте. Все? Дуже дякую вам. Дуже дякую. Давайте, привет. この瞬間を見るために私はこの道を選びました。
この物語を通じて戦争の陰に隠れたウクライナの美しさを届けたいと思います。皆さんと一緒にウクライナの新しい魅力を発見できることを楽しみにしています。次回の動画では少し悲しい部分もあるけれど、それを超える希望や感動が詰まっています。